さて今回は、テレビの CM とかで、一度くらいは目にしたことがあるけど、実は効果が怪しい健康食品について話をしていきます。そういえば、食品関連の解説でも、健康食品だけって意外と珍しいですよね。まあ、どちらかといえば、どっかの炎上した納豆や、コンビニのステルス値上げ、いきなりステーキの店長の方が注目は集まるしね。でも私たちは、それを対岸の火事のごとく眺めている、健康食品業界の溝に一発入れてやろうかなと考えてるわけ。いや、この動画が今回初めての視聴者からしたら、私たちは完全にやべえ奴らだと思いますけどね。ぶっちゃけそこいらへんは、なんとなくみんな感じてるんじゃないかなって思ってるけど。さて、前置きもこの辺にして、本題に入りますが、人は誰しも年を取るものですよね。すると、だんだん若い頃には関心がなかった健康問題にも意識が行きやすくなると思います。確かに、おじさんやおばさんになってくると、足腰が弱ったり、顔のシワが増えたりしますしね。そして、そんな悩める人の前に現れたのが健康食品です。健康食品は、あの特保などを代表とする、飲んだり食べたりするだけで、体に様々な効能をもたらしてくれるエリクサーで、その分値段も月々で見たら、バカ高くなるものが多いです。確かに、一つ一つの値段がそもそも高いですから、長い目で見ると結構長くになりそうです。病院の医療のように高額だけど、それに見合った手術や薬を提供されるならいいですが、健康食品は値段が高い割に表記で謳っているほどの効能が確認されないケースも多々あります。そこいらあたりは、効果には個人差がありますって言えば無敵なんじゃないですかね。実際に、その商品で効果が出る確率を表示しないで、個人差があると言っている時点でお察しだけどね。話が長くなるといけないから、早速商品の紹介に行かせてもらうわ。ということで最初にご紹介するのが、セサミンです。よくセサミンで年をとっても、活動的になれる。のような広告を薬局で目にするかもしれません。そもそもセサミンとは、ゴマに含まれる健康成分で、高い抗酸化パワーを持つとされ、これを飲むと血液がサラサラになったり、年をとっても活動的になれたりするとして、サントリーなどが中高年に向けたアンチエイジングのサプリとして販売しています。ところが、大手メーカーが力を入れている割に、今のところセサミンの研究は芳しくありません。例えば、最も信頼度が高い論文として、2016年に行われた研究があります。これは、1960年代から2015年の間に行われたすべてのセサミン研究から質が高い10件のデータをまとめたものです。その結果、セサミンに総コレステロールや悪玉コレステロールの値を改善する作用は一切認められませんでした。また、血中の中性脂肪には多少の変化がありましたが、その数値は個人の間で違いが大きすぎるため、とても実用的とは言えません。さらに、他の実験を見ても、セサミンの効果にムラが多く、どうにもはっきりしないのが現状です。より具体的に言うと、リウマチの患者に1日 200g を飲ませた実験では、6週間が過ぎても、悪玉コレステロール値には変化がありませんでした。さらに、オーストラリアで行われた別の実験でも、肥満の男女に1日 5g のゴマを食べ続けさせてみたものの、体内の酸化レベルや炎症への影響は認められませんでした。もちろんこれらのデータをもって、セサミンは無意味と断言できるレベルではありませんが、とりあえずメーカーが宣伝するほどの効果に関してはかなり怪しいのが実情です。ぶっちゃけ、普通にゴマ食べればよくない？って思っちゃいますね。じゃ、サクサク紹介していくわよ。次は、プラセンタです。プラセンタは若返りの万能薬と言われたりすることもあるようですが、そもそもプラセンタは、主に豚などの胎盤から抽出した成分で、体の治癒力を高めたり、疲労、アレルギー、シワ、肌荒れ、肝炎など、様々な症状に効くと言われています。そのため、芸能人にも愛好家が多く、若返りや発毛のために使っている俳優やタレントもいるようです。確かに、胎盤と言われると、何かしらの神秘的なパワーがありそうな気もしますが、実際のところはどうなのでしょうか？結論から言えば、論文を調べてみると、プラセンタが効くという証拠はありません。というのも、プラセンタを健康や美容のために使っているのは、日本と韓国がメインで、世界的には
ほとんど研究例がないのが原因です。一応、プラセンタで有名な研究は、韓国で行われた臨床テストで、プラセンタ注射を行った80人の女性を調べたところ、疲労と更年期障害が軽くなったとの結果が出ています。研究者によれば、プラセンタに含まれる免疫性の物質が効いているのかもしれない、とのことですが、具体的なメカニズムまでははっきりと分かっていません。さらに、これはあくまでプラセンタ注射の話で、薬局などで手に入るプラセンタエキスのように、口から体内に取り込む商品については、信頼できる研究はゼロに近いのが現状です。そもそもプラセンタに、どのような成分が入っているのかすら、現時点でははっきりしておらず、体内でどのような作用が起こるかもわかりません。確か2009年に、若返りのためにプラセンタエキスを飲み続けていた70歳の女性の皮膚が突然硬くなる症状が発生したり、健康のために豚のプラセンタサプリを2年ほど取り続けた52歳の女性には肺炎が起きたという事例もありましたね。ということは、更年期障害用の注射を除けば、プラセンタは気軽に口から飲むようなものではないってことですね。そうね。それに口から飲むといえば、グルコサミンやコンドロイチンなどの軟骨の成分をサプリにした商品も、実際の効果が怪しい分類に入ります。グルコサミンやコンドロイチンは、飲むと軟骨が強化された結果として、関節の痛みが減ると言われます。人は中高年になると、肘や膝の痛みを覚えるケースが増えるため、サントリーや資生堂といった企業が、そういった悩みを抱える層をターゲットにして商品を販売しているようです。ところが、このようなサプリで、関節の痛みなどが和らぐことはありません。確かに、グルコサミンやコンドロイチンは、どちらも関節の軟骨部に多く含まれる成分ですが、だからといって口から飲んだサプリが、そのまま軟骨になるようなうまい話はありません。食事と同じように、グルコサミンやコンドロイチンも、一旦消化器官で分解され、その後体内に散らばってしまいます。実際このサプリには、批判も多く出ており、最近最も徹底的な批判をした2010年のスイスベルン大学が行った研究では、過去のグルコサミンとコンドロイチン研究から質が高い約4000人分のデータを調べ直したところ、全く効果はないとの結論が出ました。調査を行ったピーター・ジュニ教授は、プラシーボと比べて、グルコサミンとコンドロイチンには関節の痛みを減らすことも、関節の状態を改善する効果も認められなかった。保険会社は、グルコサミンとコンドロイチンを使った治療への資金提供をやめるべきだろうとコメントしています。科学論文において、ここまで断言的な厳しい言葉が使われるケースは少ないことからも、グルコサミンやコンドロイチンに商品広告で謳われている効能を期待するのは厳しいでしょう。正直言って一番聞き馴染みのある成分だっただけに、結構ショックでした。聞き馴染みといえば、次の成分も人によっては聞き馴染みがあるかもしれません。お次はヒアルロン酸をご紹介します。ヒアルロン酸は美容の世界でおなじみの健康成分です。天然の保水成分とも呼ばれ、関節痛やドライアイの緩和、美肌維持などの効果があるとして、中高年を中心に高い評価を得ています。中でも有名な商品はコージュンで、中高年の体の悩みに効くと定評がありますが、では、実際、どれぐらいの効果があるのでしょうか？まず、人間の関節は、年齢とともにヒアルロン酸が減り、滑らかさがなくなっていくことが、多くの研究で証明され、実際の医療現場でも、ヒアルロン酸は、関節痛の治療に使われているほどです。しかし、ここで問題なのは、ヒアルロン酸を口から飲んだとしても、胃酸で溶けてしまい、分解されたヒアルロン酸は体内に拡散し、関節はもちろん、肌や目といった特定の部位に届くことすらないところです。医療現場で使われるヒアルロン酸は、注射で患部に成分を送り込むので、口から飲ませるような治療が行われておらず、飲むヒアルロン酸といった商品に関しても、国の機関が効果不十分との判断を下し、特定保険用食品には認定されていないままです。ところが日本では、サプリメーカーなどの縛りのせいか、雑誌やテレビではほとんど紹介されません。よくよく考えたら、注射で直接皮膚や血管に注入するような成分をサプリで飲んだら胃酸で溶けちゃうってわかりそうですけどね。あと、健康食品について触れると、じゃあ特保はどうなの？と思われる方もいるかもしれません。特保とは、それぞれの製品ごとに
有効性や安全性について審査を通過し、国から許可を受けた商品だけが名乗ることができます。ところが、仮に国の許可を受けても、やはり表記通りの効果を得られない可能性は高いです。例えば、サントリーのボスグリーンというコーヒー飲料をご存知ですか？食物繊維のコーヒー豆万能オリゴ糖という成分を配合した商品で、メーカーの宣伝によれば、1日1本のボスグリーンを16週間ほど飲み続けると、お腹の脂肪面積が 20.8 平方センチも減るらしいです。しかも、肥満の男女46人を対象にした実験から確認された事実であり、専門の科学誌にも掲載されています。ところが、この脂肪面積が 20.8 平方センチ減るという状態を、実際にお腹の厚みに換算すると、ウエスト85センチの人の場合、腹部の半径がほんの2ミリだけ減るに過ぎません。なのでほとんどの人は、ダイエット効果を実感すらできず、さらに2ミリ痩せるために、16週間も毎日同じコーヒーを飲む必要があると、金銭的にも痛いです。でも、その程度の効果しかないのに、よく審査を通過しましたね。その理由は単純で、特保の審査をパスするために必要なのは、あくまで統計的に差が出たかどうかで、その差が私たちが実感できないレベルの効果でも、特保として販売することが可能なのです。さらに問題なのが、参加者がたった数十人程度の実験一つで、あたかも使用者すべてにダイエット効果があるように宣伝している点です。普通は数百人から数千人規模で実験を行い、多くのデータを集めて比較しない限りは、結論すら出ないはずなのに、特保の審査では、それがまかり通ってしまうこともあるのです。また、例のボスグリーンに関しても、2012年にアメリカで行われた実験では、肥満気味の男女60人に、コーヒー豆万能オリゴ糖を2週間にわたって飲ませたところ、なんと女性には、全くダイエット効果がないという結論が出ています。なんかもう、普通に野菜ジュースを自作した方が健康に良さそうですね。まだまだ、他にもこんな感じで、広告と実際の効果が乖離している商品はあるけど、ひとまず、今回は、この辺で終わりにしたいと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。